本当にでも、デュエルバスターズの奥深さ25年目ですけど、はい、改めて感じますね。いやそうですね。決勝が片方がこの忍びデッキ、はい、で誰が予想したでしょう。いやしてない誰も予想してないです。この流れカウンターバイケンですよ。バイケンですね。はい。そんなアーキタイプはなかった。競技シーンにはなかったんですよ。作ったというね、我々はもうその中身をある程度分かった上で話していきますけど、ピンキー選手これここから初対面ですよ。そうですよね。これはかなりの試練ですよね。かなりの試練。カルマ選手でさえ翻弄されたという。そうですね。本人もまあちょっと完璧ではなかったと言っているくらいなので、さあその忍びの奥義炸裂するか、果たしてピンキー選手がそれを上回るデッキとプレーを見せるのか。ではデュエルマスターズグランプリファーストデイ2決勝戦いくぞ。デュエルマスタートということで早速始まってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあデッキタイプとしましては画面左がグリモア選手がいわゆるカウンターバイケンと呼ばれている攻撃に反応して展開していく早速2バイケンチャージからスタート。グリモア選手の先行でしたね。なるほど、そうみたいですね。かなり上位でしたからね。さあ対してのピンキー選手、さあ一体どんなデッキを使っているんでしょうか。まずは1ターン目の注目のマナチャージ。初お披露目ですよね。そうですね。この配信ではお互いに本当ドキドキの試合かなと思いますが、考えている。結構1ターン目から動くようなキングドギラゴンキングチャージされました。さあこの頂点にキングが登ってきましたね。これはじゃあ殴るデッキと見てよくて、立ち向かう形ですね。そうですね。包囲網に。さあいやこれは面白い試合が見れそうですよ。さあ 5000VTO マナチャージ。今のバルザーク。来ましたねバルザーク。いや最速で。バルザーク、この広い会場でただ一人。だってこれピンキーさん初めましてですよね。そうですよね。ここに来て初めましてのカード。これはきついですよ初見対応。さあ一旦2回手札を捨てるとドローがリカバリーのドローができて、このカードが離れると手札を捨ててドローができるというカードになっておりますね。一見何をするんだろうみたいな。そうですね。さあピンキー選手のターンです。そこで2枚券マナ読めてますからね。ピンキー選手からはまあやりたいこと自体は見えている。さあマナチャージ。バジラステラからメンデルスゾーンだここで。さあここはさあまずはこの日の鬼丸ピリオド、そしてピリオド、ダブルピリオド。さあどうでしょう。ちょっと非文明ばかりが埋まっているようなイメージもありますね。非光自然のドラゴンデッキ、これはドラゴンデッキだとからもそういうふうに思われますけど、これは王道ですよ。王道ですね。王道のドギラゴンデッキ、ドラゴンデッキ。対するは銀道、原点のドラゴン。そう。なるほど。それを忍びが迎え撃つという。いやなんで勝負編をイメージしたパックの1週間後には。ノーチャージ、マジ？いやもうノーチャージ。ノーチャージってあります今。さあ手札を捨ててバイケンを捨てて2枚ドロー。しかしここでバルサークの効果で手札捨てましたので1枚引ける。俺たちに合ってるのか間違ってるのか。いやもうカウンターデュエルが始まっている。ノーチャージ。そうですね。ノーチャージなんで2マナっていうのはどうですかね。確かに天才ハートの裏忍者ストライクをかわせるラインなので、このタイミング実は攻め時。結構3マナにはしたいイメージがありますね。そうですね。いやただ多分それだけカウンターに重要な手札が揃っていたからこそ、ここは一旦ノーチャージ。さあ対してのピンキー選手。1003ノーチャージ。なかなかいやそうですね。ないですよ。そんな。まあでも2ターン目のメンデルスを決めてますから2ヒット。はい。さあこのピンキー選手、おおむね動きそうなターンには見えますよね。レインボーマナもあるのでピリオドプラスドギラゴンキング、これもできますよね。なるほど。対戦相手のマナにレインボーがあるので、さっきマナチャージで生まれましたがピリオドが一応出ると。はい。いやまあ分からないですよね。そうですね。まず現状本当に我々は分かってます。分かった。だいぶ見たんで、ピンキーさん初めましてです。これ初めまして。何が起きてるのか。バルザークから2倍券出るんだろうなまでは見えてるんですが、雰囲気ふんわりカウンターギミックは見えている。我々ね準決勝見た感じグリオセスそこから始まる。そうなんですよね。ピンキー選手の方も結構その独特な。そうですね。なんか最近流行りのドギラゴンキングの基盤とちょっと違う。バジュラステラなんかはかなりかなりパワーにした構築に見えますよね。ドラゴンはでも2倍券が一応ドラゴンマナーなのであれは離れないとかも。そうですね。バジュラステラドラゴンに読み入れドラゴンじゃない。ドラゴン。さあここでエリザベス。これはエリザベスノットインクルーデッド。ノットインクルーデッドめて2マナーでメンデルスゾーンの追撃。さらにメンデルスゾーン。メガちゃん頼むよと。チャクラデルフィン。チャクラデルフィン。なるほど。さらにエリザベスが来ました。
ません。チャクラデルフィもドラゴンになりますね。そしてさらに3マナ火光が残ってますが、はい、何かアクションってありそうですか？あんまり、ピリオドは出せますが、要はくっつきたいドギラゴンキングの DD でまだいけないので、あと今埋まったチャクラデルフィンなんかはちょうど3マナで一応出る、そうですね、にはなってますが、刺さるのこれみたいな。そうですね。ここはターン終了。さあ3本選手ですから結構様子見の1本目というところでもあるんでしょうかね、ピンキー選手は。確かにお互いここで情報を引き出して、さっきはノーチャージでしたけど、ここではマナチャージするんですかね。ノーチャージがちょっと気になりますよね。ノーチャージの限りは天才ハート使えないんで、3マナ作っておくといよいよカウンターの構え。そうですね。リグベアクとバルザークのねコンボでちょっと余裕ができたので、そうですね。マナチャージはしやすいというかしていきたいところですね。裏忍者ストライク。グリモア選手我々のね目線から見てて、要はペテンシが入ってるのが一番その予想外というか、あそこはすごい引っ掛け要素なんですよ。わかるわけがない。ただピンキー選手今見えた通りチャクラデルフィン入ってるんですよね。ドラゴンデッキでは採用が珍しいチャクラデルフィンが入っていて、ドラゴンなんで。いやでも読めますかこれ初見でペテンシー。この公開領域からペテンシー来るだろうなとはならないんですよね。チャクラデルフィンが偶然にせよ必然にせよどう作用するかが結構実はこのゲームの鍵に暇だから出しとくかで大打撃になる可能性はありますから。ピンキー選手のデッキもなかなか一筋縄でいかない、いわゆる普通のドギラゴンキング、よく見るタイプではないという。そうですね。結構今までの試合はお互いに、ドラヘダーバンデですとか世間一般で強いと呼ばれているデッキと戦っていた、ただ決勝でかなり毛色が変わった形になりますよね。手札を1枚捨てて2枚ドロー、そしてバルザークが仕事をし続け、さあレッドゾーンを捨てて2枚ドロー、そしてバルザーク、いや不穏すぎますよこれは。何が起きてるのかさっぱりわからない。だってヒート目レッドゾーン捨ててますからね。そうですね。レッドゾーンもいるのかっていうのがここでピンキー選手には分かったところですね。っていう顔しましたからね。さあでもピンキー選手からすればここはでもドラゴンデッキからすれば攻めたいターンになってくるはず。そろそろだってね、もう7マナですよね。もう最近のドラゴンだったら余裕で遅すぎるぐらいですよ今から走らなければ。最強のドラゴンがそろそろ出始める段階だが、まだピンキー選手のデッキもね、ドギラゴンキング見えたものの、まだ何かその本筋は見えてないというか、そういうドギラゴンキングで出るカードはまだ見えてないですもんね。そうですね。まだ確かにレインボーのドラゴン見えてないので、その辺が何を採用しているかと。もしかしたらそれを探しに行って、メンデルスの2ターン続けて発動っていうのもあったのかもしれませんね。そうですね。なるほど。さあオールインチャージャーがオールインチャージャー7対7勝ちましたね。はい。オールインチャージャーでめくれたらオールインチャージャー。さあ1枚ドローします。入りました。そしてチャージャー効果。はい。さあドローしてチャージャーでマナが増える。かなりマナを増やしてきますよね。そうですね。ちょっと対戦相手がやっぱ初手で2倍券を置いたということで、ピンキー選手もカウンター系のデッキだろうということで予測がつくので、ワンアクションでパンチというよりは2アクションぐらいでパンチをしてちょっと貯めてというのを狙っているような雰囲気ですね。その貯めるもまたグリモア選手にとってのリソースを稼ぐ時間にもなるので。普通だったら入れ替えロッドゾージア。ロッドゾージアだ。いや大概のデッキには刺さるこのカードですが、さあこれは次の対戦相手のターンの間クリーチャーが1体ということで、グリモア選手の攻撃された時にはあまり作用しないという。そうですね。そうなんですよね。いや1マナ余剰なのでドギラゴンキングをデンジャラダッシュで出すことはできます。はい、ちなみにねちょっとこのデッキもしかしたら気づいている方いるかもしれませんが、ピンキー選手は今回ドラ焼きさんゲスト解説のドラ焼きさんが、グランプリ前に自分が GP 出るならこのデッキ出るよっていうね動画を上げてらっしゃったんですよ。それを見て大い参考にしてこのデッキ持ってきてるという話を伺っております。ドラ焼きさんの魂を今。そうなんです。そしてさあ1コストデンジャラダッシュでドギラゴンキング。きたドギラゴンキングとなると、ひとまずレインボークリーチャーがでも他にそうですね重ねずに出しましたね。はい。そして何が出てくるのかな。7以下のレインボークリーチャーを。なるほど。ルピアターン。ルピアターン。2枚ブーストして1枚をトップに置くカードですよね。ただ皆さんお気づきでしょうか、3体目のクリーチャーですねこれ。さあスクネマロンも見えました。いやこの後ペテンシーと初対面ですね。さあ一応ピンキー選手の方ですが、となると先ほどのちょっとそうですね解説といいますか、このルピアターンとスクネマロンがデッキの上にドラゴンを積み込むことができるカードですので、
まだでも見えてないですかね。ボルシャックドリームドリームはありそうですよねなんかが、あったと思うんですが、それで、上に仕込んだカードを、ドリームドラゴンの効果で出すと、これをドリームドラゴン攻撃時にキングを宣言することで仕込むカードとドリームの、効果同時に使うことができて、確定でその巨大なドラゴンを出すみたいなコンボがあるんですが、今回ドリームドラゴンがまだ全然見えてないですね。そうですね、ちょっとドリーム見てないですね。一旦ここはもう本当に普通にダブルブレイクをしないといけないわけで、3体出してしまっている状態で、特にメタもかかってなく3マナがある、そうですね、で水分名もある。さあここは上に積むカードを悩んでいるという、ドギラゴンキングでちょっと考えてますか。そうですね、これが除去されて次のターンもう一度攻め直すにはっていうことを考えているのですが、それがどう除去されるかというところもまだ全く分からない中でやっているので、ドギラゴンキングが後続をキープするそうですね、次のターンも強く動くよという、スネマノが出てきます。さあダブルブレイク、そもそも通るのかというところそうですね、攻撃しました。通るわけがない。まずは天才ハート。まあそうよねと。さあ2枚引いて1枚してる。ここからもう忍者の時間が始まっている。始まった忍びの時間が。さあ2枚ドローの1枚捨て。さあでも捨てるカード。そうですね。ピンキー選手もちょっと渋いカードです。まずはドローからですね。ドロー2枚引いて、まずは2倍券売券あるのか。そうですね。というところですね。ただおおむね2倍券最初置いてますからね。そうですね。あるのではないかなというふうに見えます1枚は持ってそうですよね。うん、ただデッキ的には、バイケンの方が受けとしては信頼を置けるので、出すならバイケン出していきたいですかね。2倍券2倍券だ。なるほど。はい。ああ、なるほど。あるよねと。一応ルピアターンとバトル。バトルで取って、あとエスケープ、そうですね。確かにこれはドギラゴンキングのレインボークリーダーのエスケープ与えてない。味方はエスケープを持ってます。これ今直前で気づいたので、いやこれ残せるぞというところ。しかしそこまでシングルアタッカーの価値はないという判断をしたのかもしれませんね。じゃああれ手札結構強いってことなんですかね。かもしれないですね。ダブルブレイク。ダブルブレイクは通しましたね。2倍券はブロックせず。いやこれそうなんですよ。いやそうなんですよ。そうなんですよ。ここ実はグリモア選手のいやそうですよね。ここで初めまして。が漏れました。パーフェクトペテンシー初対面です。静寂を破るペア。ありえないこのカラーリングからのペテンシー。飛んできましたね。さあ効果ですね。はい。ドローして捨てる効果、シールドに送る効果、そしてトリガー実行の効果と。そうですね。どれを取っても手札をドローで、これもまたバイケンなんかが出てきてしまう。バイケン。やきた。まずはドローして捨てる効果を使いました。で、置換効果で出てきて手札に戻すまで。はい、戻すまで一連の効果ですね。はい。ちょっと昔のカードの強度が特殊なんで。ロットゾージアがエクストライフ耐えていきます。上がってスクネマロンが墓地に落ち。さらに2回目もドロー効果ですね。なんならですね、ペテンシーって一番その要はアイコニックというか象徴的なんて使う効果だと思うんですけど、そうですね。これ使わなくてもいい。このデッキはドローが一番強いよと。2枚引いて1捨てでいいっていうね。さあこのピンキー選手の強力なしかしここは途切れた形ですかね。とはいえ十分すぎるほど。さあピンキー選手がクリーチャーを3体出したんですが、なぜかグリモア選手の場にもクリーチャーが、天才アートは下に戻りますね。クリーチャー2体。でバルザークにもドローしました。バルザークでドローしたところ。バルザーク分のドローも。さあでもここはロッドゾージアの効果がかかっているので、かかってはいますが、クリーチャー1体しか出せないよ。2倍券が非分名のクリーチャーでもあるので、一応轟く邪道レッドゾーンとかがあればこのターン決めきる。盤面をかなり。なるほど、これ先ほどの3点3点3点2点ダイレクト、これ見えてます。なるほど。はい。そうですね。ここからリーサルがあるというのも、そうですね。邪道レッドゾーンすでに墓地に落ちてますので、持たれているともしかするとですね。ただちょっともちろんねまだまだカウンターできそうとはいえ、まだまだカウンターでもやれますが、見た目では結構強力なクリーチャーたち、しかもロッドゾーンにはエスケープついてますので、ちょっと取るのはねなかなか簡単ではないというか。ピンキー選手の方は一応エリザベス・ノット・インクルードが今2枚ですかね、見えているので、このカードが結構防御の要になっているのかなと。ホーリースパーク持っている。ホーリースパーク持っているカード2枚見えてタップですね。スクネマロンの効果を確認しました。なるほど。4枚マナに置いてデッキの上にカード2枚置くと。改めてロットゾージアが今かかっているという状態です。グリマ選手に対して1体しかクリーチャーこのターン出せません。なので手札は本当にもう潤沢すぎることにあるので、潤沢
潤沢も潤沢ですよね。もう10枚ぐらいあるんじゃないかなっていう、ただ意外とその売券系が出なかったなというところもあったので、確かにね普通に出せそうなもんでしたけど、リーグ迷惑してましたからねそこが途切れたのかなみたいな、ここはコールドフレームコールドフレームをマナチャージ。なるほど逆を言うと切るカードがないということは攻め手のカードがあるという考え方もコールドフレームそうですね。そうですねコールドフレーム。さあ効果ですね。さあどれを選択したんでしょうか。ドローして捨てる効果となるほどアタックブロックを止める効果。と2以下を出す効果と宣言されたように聞こえましたが、なるほど。これでカクラリコが出てきた。さあこれでこのターン1体目のクリーチャーです。そうですね。そして2倍券でアタックするときにカードを2枚引いて1枚捨てる。さあ2枚券タップされたときに2枚ドローの1枚捨て、2枚ドローした場合は1枚捨てるという。そしてさらに捨てたからバルザークも入ってワンドローを、実情これで3枚ドロー1捨てと。いやこれグリマ選手ガシガシ殴りますよね。結構そうですね、かなりアグレッシブなんですよ。容赦なくもう、受けれるのでっていう感じで殴っていきますよね。すごいな。でもこれカクラリコがいれば、まあやばいことにならないでしょ。そうですね。だしトップはドギラゴンキングなので、もうすでに場に出ている、それをしかも止められているという状態なので、かなりキング使えないターンになっちゃいましたね。このままだと。これすごい素晴らしいですね。キングがトップだよね。じゃあ止めれば何も起きないよねという。いやこれ本当にこの忍びのこと知り尽くしてないとできないですよ、このプレー。普通のデッキのセオリーからあまりにもかけ離れてますよね、このプレーは。不思議なデュエルマスターズですね、これは。さあカクラリコのテキストをピース確認。そうですね。もしねこのゲーム落としてはまだ続きますから、ここでできるだけどういうことが起きるのかを確認しておきたいという。情報収集をしたいですよね。そうですね。これ通りましたね。通りました。さらにバイケンキリガクレスを通りバイケンも詰めることができる。もう全然どんどん殴る。全然パワー高いんですけど。それを嘲笑うかのようなアタック。いやすごいな。すごいですねこれは。全然迷いなく殴りますね。迷いなく殴った。はい。そんなにねめちゃくちゃ悩んでるような感じもなかったですけどね。はい。こういうデッキですけど殴ってきましたね。これが忍びを長年やり込んだもののなせる技なのか。そしてターンが終了。ロットゾージャのみが行動できるこのターン。シールドが1枚まで気づけば。はい。まあ、特にカクラリコ以外は、まあ何か止めるものはないんでね、見た目は。で今からドローするカードはドギラゴンキング。はい、これはトップに仕込まれておりました。いやでもこれドギラゴンキングがバトルゾーンに残った状態で止めてるっていうのが結構強いですよね。オニスターマックス進化みたいにこう戻したりみたいなことができないので、これはもう本当に使えない形なのかな。ドギラゴンキングの出ない制約が。そうですね。ドリームクリーチャー同盟を2体そうですね。出せないので。どんだけうまいこれ正直これでもやばいですよ。やばいのがこれピンキー選手カクラリコ触っちゃダメなのでとバイケン出るから、じゃあなんとかカクラリコ過剰打点作って詰めようとバナあるから、そうするとまた我々目にしてますけど我々は見てます。カオスマントラを。カオスマントラとも始めましてですね。これ多分カオスマントラ持ってるっすよねこのプレーのやり方。だってどんだけ引いてますもうこれ。そういやだからこれこういう風にすると間違えるでしょっていうのを、いやそうですね、長年の忍びのこの要は経験で分かっていて、そうですね、はめにいってますよね。はい。で1本はそれで取れると、そこから先もやれるだけの自力があるので、やばいなこれ。これ1本はまず飲み込む。いやピンキー選手ずっとつかみどころのない。つかみどころ、そしてクリモア選手の手のひらで転がされてるかのような。まさに忍びのこれやばいな、デュエルマスターズまだこんなことできるんだっていうかなんか違いますよね今まで今まで見てきてしまう初見殺しみたいなことだと思うんですよ、この時代にまさかの決勝戦ですよ。決勝戦ですよ。さあアニマルピリオドをチャージしました。この女王化社会にまだ忍びが忍びの潜んでましたね。潜んでますよこれは。そうですね。令和の忍者がここで表舞台に。しかしピンキー選手ね、あれもう山ほどあるんで。3マナ。さあこれはルピアターンですね。なるほど。2枚を。さあこれはピンキー選手も何か必殺の動きを準備してますね。さあマナゾーンからデッキの上にここで見えましたね。ボルシャックドリームドラゴンですね。ドリームドラゴン見ましたね。本来であればこれで山札に仕込んで、その仕込んだドラゴンを出す。結構重要なキーカードかなと。ですね。はいなのでこれでおそらくバズラズラなどなど、踏み倒していって、ということをやることが結構デッキの習慣になっている。ロットゾージャをやってるのかと。ゾージャを戻しました。自問自答しながら胸を叩いて。胸を叩いた。さあスピードアタックが付与されている。そうですね。スピードアタックは不要です。プレイヤーにアタックする際に
アタックの際に宣言おっとマナを感じてた。デンジャラダッシュ。なるほど。グレングラッサー？グレンググレングラッサーか。さあこれはデンジャラダッシュ7で出すことができます。出た時の効果とアタック時の効果が働かなくなるというものになっておりますね。ということはこれは天才ハートが働かなくなりましたかね。バイケンもバイケンは働かなくなるんじゃないか。出た時ですよね。そもそも天才ハートがそうですね。出ないならばバルザークは割れるんだが、マジです。どうなるこれ。バイケンはどうなんですかね。これバイケンは捨てられて出るまい一連のテキストだったと思いますね。出た時でちょっとテキストがね、出た時にトリガーする能力だから。いやバイケンこれ痴漢とかじゃない。そうですね。そうです。これ止めるだけじゃないですかこれ。じゃあ消えてますね。消えてるんだね。ちょっと待って。ちょっと待ってね。手札から出た時の効果だから、出た時にトリガーするカードではないか。捨てられた時に一連のトリガーしてるのか。捨てられた時に戻すところまでトリガーしている。だったと思いますね。であればバイケンは回答。しかしそのバイケンを起動するための今ちょっと確認してますね、ルール。そうですね。一旦出しておきます。一応忍者ストライク。あれはペテンシーのためですかね。これで一応あれか。バイケンの効果で忍びが出たからワンドローという。忍者ストライク使うとワンドロー。忘れがちなこの効果。サルトビ時代にやったあれがそうですね。そうだ。さあ天才ハートの効果は起動しないんですが、これは天才ハートの効果じゃなくてバイケンの効果なんだけど使えるのかっていうのをジャッジに確認取って、そうですね。忍者ストライクを使った時にっていうバイケンの別のバイケンのすでにいるバイケンの効果なので適用可能。グレングラッサーは出たこれはクワトロブレイク。やばいもうバルザークはバルザークがそうですね剥がれますので、捨ててドローの効果がここから。さあここでトリガーはなく、そしてバルザークが離れた時1枚捨てて2枚ドローできる効果。そうですね。ここでバイケンを普通のたださっきは見当たらなかったわ。そうですね。さっきはバイケンがバイケンありました。そしてこれただ G ネを出したところまではさあこれちょっとジャッジにはルールを確認している。ちょっと待って、どっちなのかちょっと待って、テキストも若干古いんで。でその後に一応でもアタックできるカードとしてはロットゾージアですね。なんですかねこの後は。スピードがついている。いやもともといたのか。そうですね。前のターンからいましたので、一応ロットゾージアがこの後アタックできるんですが、あとはこのバイケンの出た時のこのバイケンが捨てて出るまでの効果なのか、その後別個に出た時の効果として書かれているのか。出しても良いで一区切りなのでどうなんだろう。出るところまでな気はしますが。で多分これ出た時にトリガーする能力ではないんですよ。そうか。捨てられる時に全部トリガーする能力なんで、多分グレングラッサーでは止まらないはずです。この T 隠れ相当流。バイケンの出た時効果ではない。そうですね。なのでグレングラッサーをバウンすることはできて、そうですね。戻した。ただロットソージアがグレングラッサーの方なるほど。なるほど。でもだからこれも別に余裕で受けられますよっていうことですよね。なるほどね。なるほど。じゃあグレングラッサーが一瞬ヒヤッとしましたが、確かにそうですね。それさえいなければロットゾージア短期ならば耐えるぞという。ですね。これ受けるのダメなのか。そうですね。バイケンは捨てられた時に出る、代わりに出る、でそれでさらに戻すっていう効果なので、要は出た時にトリガーじゃない、捨てられた時のトリガーです。なるほど。トリガーというか痴漢効果。なるほどですね。ありがとうございます。はい。でゾージアどうすんのっていうところですね。まあでも行くしかないですよね。ダイレクトアタック。意外と何もないなんてことは。天才ハートありましたね。そしてバイケンが2体いてドローが2回まず忍者ストライク使いましたので、ドローが2回。そうですね。忘れずにバイケンは味方の忍びが出るとカードをドローできるという古のテキストがある。忍者ストライク使うとね。忍者ストライク使うと謎のテキストついてるんですよ。そう1枚まずドロー。そして裏切り隠れ。天才ハートの2ドローまで引いて1捨てまでバイケン系のカードがあれば、そうですね。ここで捨てるカードがないとちょっとまずいですが、そうですね。それはもうでもちょっとね、ピンキー選手はそれにかけるしかないという。ここまで手札ありますからね。どうでしょう。いや、あるのか。3枚目のバイケン。はいと。これで攻撃を止めました。笑うしかない。いやでもグレングラッサー素晴らしかったです。そうですね。これはかなりピンキー選手も素晴らしいですね。これでターン終了。バイケンのテキストといいますか、特殊なカードでしたね。終了しました。そしてペテンシーもペテンシーももちろん当たって、なんならこれ天才ハートシールド化したりもできちゃうので。なるほど。山札少ないですね。こんな引いてあるか。
かなりドローを繰り返すデッキですからね、ちょっとデッキの減りとしては割と早いそうですね。かもしれませんね。ちょっと山札、天才ハートが山札下に帰るので、このままであれば。カードこれおそらくなんですけど、これ多分このゲームグリモア選手が何もなければ勝ちそうではあるじゃないですか。そうですね。はい。さあその時に今回グリモア選手おそらく多分カオスマンタラ持ってたと思うんですけど、いや隠し通す見せてないんですよ。そう。だからこれ2本目に対してはい2本目に用意してるっていうね、まだ隠しがあるという。さあこれは天才ハートの下に帰る効果とペテンシーの誘発どれから処理できるのかなみたいな確認ですかね。そうですね。今とりあえずペテンシーを使用宣言というところと忍者ストライクの帰る効果が今待機しているという状態ですね。天才ハートをシールドに送るみたいなテクニックももちろんありつつ山札が少ないので、ここは臨機応変に対応してこれは下に帰ってその後にペテンシーの効果を使うというところで山札も回復しながらという形ですかね。1枚引いてとドローと実行ですかね。さあ2枚引いて、これでもうデッキのなんかフィニッシャーになるようなカードを2回引いてドロー実行ドローか。なるほどドローですね。ただこれは天才ハートが帰りますから。一応ね山札はね。なるほど。で山札が1枚。すごいめちゃくちゃギリギリ攻めるな。そうですね。でもこれシールドがないし山札下が確定してるからフィニッシャーがあるなら確定で引いてますね、逆に言うと。なるほど。さあこれでデッキの中身は天才ハートのみなので、そのフィニッシャーをちょっと引きに行くという。なるほど。いやでもこれでも今確かに手札にちらっとそうか、このデッキそうだ。謎の1枚ありましたね。ここで聞きましたね。おお、これ見えるか。すごいですね。なるほど。サラフルラボチャージ。ここはウルビアだ。自分の山札を好きな順番で。いやすごい。いやこれ作り直すことができる。忍びの技。これはもう2位の配列です。バイケンを上に持ってきたっていう。さっき切っておいたバイケンここで上に乗せますね。これでもう10時台天才ハートで確定で引けます。これ次。やばすぎる。とんでもないことをやっている。何個あんの技。アームルピア。逆に言うとピンケイ選手からすると、ここはね見てる情報として、見える情報として分かるので。いやしかしいやでもこれちょっと怖いですけどね。シャッフルでしたっけ、アームルピア。シャッフルですね。シャッフルして下に置くで枚数からのコスト。失礼しました。アームルピアシャッフルか。シャッフルですね。ただとはいえ。これなんかファイアーバーの時にめっちゃ配列作って相手目線配列が分かんないように一旦シャッフルして今裏向きでそういうテクニックというかはいそうですね。相手目線に何がどこか分からないように今ちょっと配慮したというところですね。素晴らしいですね。しかしこれでいやで山札一周したので、ってことはもう破壊ですね。そうですね。ドギラムキング破壊のここから余裕で破壊してアタックするときということは絶対に持っているミラダンテ12山札も回復した。ワンドで天才ハートしてますね。そうですね。エリザベスノットインクルーデッドはコスト7の光文明のトリガー乗ってもそれはトリガーしない。バイケンでとどめ完璧な詰め。まずは1本飲み込んだ。なんだこれは本当に炸裂しまくりでしたが。そうでしたね。ここまで来てまだ技が見えるという。新技登場。ただピンキー選手も結構情報は見えましたね。デッキの大枠は分かったよと。大枠分かった。ただ一番見なきゃいけないものを多分見えてないまま。それがやばいですよね。カオスマントラが忍んでいる。そう今第1の裏切り、第2の裏切り、第3の裏切りぐらいまで見えたんですけど、真の裏切りがまだ最終回まだ分かってない。やばすぎる。これどうなるんだ。さあペテンシーは見せました。そうですね。でペテンシーは多分それこそ出さないとか、あるいはチャクラデルフィンの Z ラッシュを置くことによってケアできる。しかしそれこそがこのグリモア選手が最後に残している罠なのかもしれない。カルマも引っかかった。いやしかしこれまた見えたからラッキーという話でもなく見えた以上はちらつくため、そうですね。自分の強気なプレーにブレーキがかかるので、そうなんですよ。さっき始めた時よりもいろいろちらつきながらやる。そうだからなんか無責任にはプレーできなくなっちゃうんですよね。そうかなるほど。こうしたら怒られるながちらつきながらこの決勝戦の舞台で戦うというのは多分本当にでもグリモア選手もそこも見てるんですよ。そうですね。その相手こういう風なことを見せたら相手の気持ちがどう動くかなってところを見てるんですよね。確実にこのプレー。なるほど。いやこれはもう確率がどうとか勝負ですね。なんか勝負をしてますね。そうですね。いやなんか心理戦がまさか入ってくるとは。勝負をしてる。いや本当になんかね勝負ですこれマジで試合じゃないです。もう勝負師です。もう勝負。こんなゲームがこの決勝で見れるの。いや
25年目に光栄ですね。こんなものが見れるとは。これはやばすぎるぞ。すさまじい攻防ですよ。すさまじい本当に。いや本当にもちろんこれまでのグランプリ覇者も伝説ですけど、これはまたちょっと異質な伝説というか。異質ですよこれは。しかしピンキー選手もここまでね残ってますから、この力あふれるドラゴンデッキ操って、そうですね。数々のおそらくねダーバンデとかゴリラなぎ倒し、ここに座っている猛者。さあこのグリモア選手の忍びの技を打ち破れるか。で使用者一人ですよね、おそらく。ですね。まあ2倍券はねひょっとしたら使ってるかもしれませんが、バルザークなんかは確か使用者が少ないと。この構成みたいなことはないんじゃないですか。ないはずなので、いやさあでは2本目ですかね。2本目ですね。見ていきましょう。さあでは画面右がピンキー選手先行です。先行です。多くを知った2本目。これまた恐ろしいですね。逆に言うと知ってしまったペテンシー。怖すぎる。付き合わないといけない。割り切らないといけない。でも震え気味なですね。チャージ。さあでも思い切ってきましたね。ラブルラブが使わないぞとマナチャージ。グリモア選手も今度2本目なので、デッキが分かったのはグリモア選手も同じですね。同じですね。より対処しやすくなってます。ピリオドチャージ。まだメンデルストーン素晴らしい。メンデルストさーン素晴らしいですね。さあスクネマロンピリオドロケットスタート。待ってすごいフィーチャーテーブルでこんだけメンデルストーン当てまくる人もなかなかないですね。なかなか。いやドラゴンに愛された男なのか。2マナで2マナ。カクラリコ。これが第一の関門。カクラリコが出ましたので召喚以外で出すクリーチャーをデッキの上か下に、その出した側が飛ばさないといけないというカードになっておりまして、相手単純に離れるとドローして手札を捨てます。このカクラリコこんな強く見たことないですからね。ないですね。いやーともうすでにちらついている。そうですね。マイナーなカードではあるんですけど、シンクロや鬼カマスぐらい嫌ですね。嫌です。こんな嫌なんだってなりますよね。カクラリコって出されると。それこそシンクロフェアリーは結構いると厄介なんですけど、倒すとなんか起こる。倒すと負けかねないっていう。そんなことあります。シンクロフェアリードローして戻すだけです。あいつらもさすがにこんなに自由にシールドブレイクしてこないんですよ。そうですね。クックポロンぐらい歩いてきますこいつら。さあインクルーデッドチャージ。これでもビッグアクションがねできるかもしれません。しかしそれを咎めるメタ効果も持っている。一応マナにはレインボーカードグリモア選手のマナにあってピリオドなのか、ロットズージャも出せますかね。これはロットズージャも出せます。さあ何度もテキスト先ほどにもかなり慎重に迷いが今度はピンキー選手遅い。いやそうなんですよね。分かっちゃったんですよ。分かっちゃったんですよ。知ってしまったがゆえの悩み。ただいった3マナでバトルをするのか。いやこれも正解か分からないけどやるしかない。ドローを進めた。さあ案外通ってほしい。案外通るのではないか。さあグリモア選手の効果引いて捨てる2倍券倍券あるのか。あるとピリオドも吹っ飛びます。さあここで手札から倍券がある。来ましたね。許さない。許さない。カクラリコを出すと倍券が倒すと倍券が出てくる。ただ問題はでもこっからそうですね。2マナでまだメンデルがあるのか。まだメンデルのある。素晴らしい。いや素晴らしいな。2試合連続ダブルメンデル。一切外さない。いや素晴らしいですが、でもカクラリコが場にいるよりはまだ動きやすくはありますか。問題は要はここからミラダンテなり何かにつながるかどうか。それは良くないが、とはいえマナ伸ばせたのでミラダンテが来てもドゲラゴンキング素出し狙えますか。いやでもこれそうですかね。8マナずつチャージして。いや素晴らしい。ピンキー選手側も対応できる準備はできた。でもこれやっぱ疑心暗鬼になったけども、いや思い切っていくっていうのがね今いい方向に出てるかもしれないですね。それじゃ勝たないという判断でしたね。実際少しいい状況にはなりましたが、カクラリコがずっと居続けると余計に大変なので2マナで。2マナ。いやこれは手札交換で。ただここでついに公開のカオスマントラ捨てました。嘘でしょ。嘘でしょ。バイケンアタック。ミラダンテ3ターン目ですよ。嘘でしょ。嘘でしょ。ファイナル革命発動。カード1枚。嘘でしょ。ドローもあるんですペテンシー光文明コスト5以下の呪文。拍手これにはやばい。そんな2枚引いて、これはね攻めのターンなんでバイケンとか出てくるわけじゃない。激しめのドローではありますが、でも手札の質が上がるこの恐ろしさですよ。さあドローして捨てる効果を4枚引かれたら何枚カウンター持たれるんだ。そして7以下が召喚できない。さあこれエリザベストリガーがない。
トリガーしても使えません。ただちょっと菅井さんの解説通りここドギラゴンキングを普通にシャチマナ。メンデル当たってる。確かにメンデル2ヒットのドギラゴンキング素出しがあれば無限の可能性があるが、さあミラダンテに対してドギラゴンをそれ以外正直なところあまり見当たらないというのが、結構7コスト以下が多い7以ですよね。下に固まっているという印象なので、ドギラゴンキング出力を担保するがゆえの、踏み倒し呪文などもあまり採用されているところは現状見かけてないので、ここタップインメンデルソン何かあるか。いやまだ想像を超える何かが。2マナメンデルスゾーン、これ4枚目のメンデルスゾーンでマナを整えるのみ。多分確定になるんですかね。確定ですかね。さあメンデルスゾーンに愛された男ゆえにメンデルスゾーンが、さあミラダンテが歩いている。召喚できない。召喚できない。何もアクション。とはいえですよ。でもこれ次簡単にスピードなんか用意できるデッキではないので。そうですね。光と水なのでターン終了。レッドゾーンにデデデデンジャラダッシュで乗ることもできない。ないですね。なので、まあいわゆるリーサルはこのターンはおそらくない。ノーチャージ。当たり前決勝の舞台で結構ノータイムで今ノーチャージ。秒でノーチャージするのは本当にやめてもらえますかってぐらい怖すぎる。角ラリコすぐ歩く。いや怖い怖い怖い。さあ再びプレッシャーが襲う。通りました。さあ残るシールドは5枚、場にはカクラリコ。いやこれでも手札は大量に交換されている。でバイケンが帰った。そうですね。バイケンが1枚分かっていて手札が大量にある。ただピンキー選手もこのターンはもうフリーに動けるターンですね。たくさん行動回数でこのメタをかいくぐれるのかどうか。しかし一応だからバジラズテラが絡んでマナを吹っ飛ばして、確かにとどめの打点まで行くみたいなことがもしあるんであれば。そうですね。貫通すること自体はまあ不可能ではない。かなりの要求ではありますが。そうですね。ここでバジラズテラを出すとそうですね。3マナではなくなるので天才ハートが出せなくなるという。しかしですよ、このカクラリコがいるのでバジラズテラが出る挙動はおそらく踏み倒しが絡んでいる。ああそうですね。確かにカクラリコがこの一瞬で添えたカクラリコ。確かに。シールド0枚の状況下のカクラリコ非常に強いですね。これいやらしいですね。マナを飛ばしたとていわゆるリーサル打点組めるかどうかかなり怪しくなっちゃいますね。それだと。はい。そしてミラダンテ12でパワー12000あるんですね。12000あります。でかくないですか。でかいです。これもどかさないといけないですよ。ドリームドラゴンよりも大きいです。ただ一応ピリオドが戻ってるか。パワー1万のピリオドが戻ってますね。最初のピリオド3マナでカクラリコを勝利する。先に倒してからバイケンを吐かせてそこで初めて動き出すみたいな。ただね。普通にアタックは天才ハートがどうしてもそうですねちらつきますよね。ピンキーさんなんせペテンシーでドローされてますからかなり手札が進んでこの危険すぎる危険だな危険すぎるフィールド決めましたと決めましたさあ行くぞとさあこれはひょっとしたらピンキー選手ラストプレーになるかもしれない3マナということはピリオドこれはピリオドまずはそうですね、これが残っていては何も始まらない。カクラリコワンドローが入ってカクラリコの効果離れたので1枚引いて1枚捨てるのに対してバイケンが確定してます。バイケンはありますね。そうですね。そしてピリオドを戻す。さあ残ったマナはこれだけ貯めたのに7しかない。7でこの全ての包囲網を突破できるのかという話ですね。そうですね。これはでもちょっとめくりにかけないといけないのか。そうですね。不確定なそうですね。多分必ず含みます。うんぬんはちょっと足んない気するんですよ。しかし3マナルキアターンと4マナボルシャックドリームみたいな感じじゃないと。ただどうなんですか。バクテラスみたいな挙動ではないので。そうですよね。まあドギラゴンキング出てきたとて1が4になるみたいな挙動をそんなに得意としてないようにも見えてます。キングが1を2にするはあると思うんですけど、どうなんでしょうね。3マナチャクラデルフィンか。なるほど。これでシールドが戻ります。さあシールド1枚増えて、さあ相手クリーチャーをタップ。耐える姿勢を。次のターンタップしません。ミラダンテテルが時を止められ。ただこれまだ Z ラス後次第でペテンシ当たっちゃいますね。そうですね。当たりますね確かに。ただでもここで添えていくのはロットゾージアですかドリームですか。確かにロットゾージアはこれ攻撃せずにバイケンを倒すことができますね。しかもシールドを残した状態を作れる。ペテンシーはある程度しゃあないと見るか。まあでもゾージアでアタックすると今度はまたそうですね。ペテンシー当たってますねこれ。当たってます当たってます。そうかもうバイケンピリオドだ。そうピリオドバイケンもう4体目ですねこれ。出そうとしてるの。そうピリオドバイケンチャクラデルフィンなんでもうペテンシーのカウント達成してます。いやなるほど。チャクラも
なんならハイパーモード開放したい。そうなんでこれボールドリームドラゴン。いやここはさあここでめくるしかないという勝負の負けが上がるぞ。いや何をめくればいいんだ。さあ何が入ってるのドリームドラゴンアタックするときトップはめくる。ロイヤルストレートフラッシュカイザー。これは確かに激しいカードではあるが、そうですね、かなりこの時点で天才ハートがあれば誘発します。いやそうですよね。そうですね。まずあるのか。まず攻撃の前にここですよね。裏切り隠れ天才ハートがあればある。そしてバイケンがいるからワンドローも入る。さあ先に2ドローからということはもはやもうあるってこと？決まってしまうのか。いやでもとはいえこれはいや切りがける相当量バイケン。いやーこれでキー選手の攻めをドリームドラゴン戻りますか。そうですね。これはアタックしての戻しても良いし、ロイヤルストレートフラッシュカイザーが一応アタックするたびアタック時にガチンコジャッジがしまくるとシールドバリバリ割れるんです。そうですね。ありえないリーサーが生まれる可能性一応あるんですが、そこにかけるしかないんじゃないか。だってチャクラデルフィンの増えたシールド1枚が一旦エリザベスだとしてさあドリームドラゴンが手札に帰っていき戻りました。バイケンの効果で忍びが出たのでワンドロー。さあこれはロイヤルストレートフラッシュカイザーは一応効果使えますね。いや行くしかないでしょ。いやロイヤルストレートフラッシュ決めるしかないでしょ。絶対待ってない。ガチンコジャッジに勝つたびにシールドをブレイクして、早い話が5回ガチンコジャッジ勝つと全部ブレイクしてダイレクトアタックまで全部ブレイクして持っていけるというカード。全部ブレイクしてシールドトリガーも踏まないし忍びもなければダイレクトいけます。そうです。全部それ通すしかない。通すしかない通すしだかかないらもうロイヤルストレートフラッシュぐらいやんなきゃいけないってこと。そう決めるしかないのロイヤルストレートフラッシュを。天文学的だ。はい天文学的。宝くじよりきついけどやるしかない。行くしかないですこれは。ただ5回勝つだけじゃダメですからね。そうですね。さあ質も大事。もうガチンコジャッジ最後の逆転これがカードゲームだ。1回目勝ちました。勝った7、2回目6。はおせバイケン見た2回目。7、5 5勝っている。ペテンシもしかも見えました。さあ9、9 7、勝った9、7。4目した7、6、3、はいそして最後8。 8全勝勝ちました。5枚ブレイク。一応ここで負ける。綺麗に待ってバイケンこれ4枚目バイケンの4枚目。確かにバイケンがこれで全部見えましたね。4枚目だよこれ。いやしかしね4枚見てるね。で2バイケンは一応っていうかこれ Z ラッシュ発動してコスト5以下の呪文唱えられないんでブリードガルドブリドガルドもは使えない。ダメだしコールドフレームもダメだしこれ効果ブレイクなんですよ。効果ブレイク。そうですね。まず効果ブレイクだから2が入ります。バイケンのバトル2バイケンのバトルいや一応でもそうかブレイクの後に天才ハートの天才を使うタイミングがあるからそこで2バイケンを当てられる。天派2バイケンは1枚ずつですねこれ古き。そうですね。これ1枚ずつブレイク。これ旧ブレイクルールとも同じだと思ってください。懐かしいカードです。なんてことだ。1枚ずつ見る。さあこれトリガーはおそらくですけど呪文によってたはずなので今もうこれチャクラ発動してますもんね。してますね。Z ラッシュは発動コスト5以下の呪文が唱えられないのでおそらくシールドトリガーはない。やばすぎる。ただとはいえグリモア選手の目線点3グリモア選手もなんか余裕って表情ではないです。ちょっと表情崩れてきましたよね。みたいな。ブレイク通った。さあこれはマジ誰も予想しなかった。コールドフレームでしょ。ロイヤルストレートフラッシュが通りますか。天才ハートある。まずはバイケンの効果で2枚。さあこの状況。さあちょっとさすがのグリモア選手考えてバイケンがまずバイケンの効果でドローしたそして天才ハート2枚引いて1枚捨てる効果。さああとは2バイケンさあこの決2バイケン衝撃流2バイケン逆転に次ぐ逆転です。すごすぎる。さあパワー6000で相手クリーチャーとバトルができます。そうですね。5000なんですよあいつ。パワーちっちゃいんですよね昔のロイヤルストレートフラッシュカイザーは。なんてことだ。さああとはバトルで倒しました。倒しましてなんてことだ。残るはチャクラデルフィンによって増えたシールドのみ。そうですね。まだあんのこのゲーム。まだある。まだ一応エリザベスあるよ。まだそうなんですよ。エリザベス・イングルーゼット今ミラナンテがピンキー選手タップで止めたことによってこれが今動けない状態。革命チェンジで戻せないんだ。革命チェンジで戻せない。まだあんの。戻せないですよ。まだあんの。さあこのバイケンみたいと2バイケンはちゃんと当たってます。だからピンキー選手のシールドの書いてある文字見えます？逆転がカードゲームだ。まだあるの、まだあんのこのゲーム。これエリザベスのイングルーゼットだったらもうすごいことに。ないんだけどエリザベスなら勝てるかもしれない。でもエリザベスまだ1枚
1枚ですか。そうですね、先ほどの1本目2枚か。ガチンコジャッジで見えてなかったかな。エリザベスは見えてなかったと思いますね。であれば、まだまだなるほど。まだまだある。まだあんの。まだある。もう何枚入ってるのかわからないけど、ある。ピンキー選手もこのチャクラデルフィンの、いやギャラクシー強いな。またさあバルザーク。これにも付き合わなきゃいけない。ギャラクシロなのでシールドが増えると。これ。いやなんと無慈悲なギャラクシロ。強いな。城が増えると。城とバイケンが織りなす。秘密基盤がシールド増やしております。一応チャクラデルフィンがいるので、5以下の呪文は使えないですが、アタック。しかもこれが来たドギラドギラフヒート。さあヒートですね。2倍剣の効果で出ましたね。この2倍剣とヒートのコンボですね。2倍剣捨てた。はい。ヒートの効果でバルザークまさき効果も冷静すぎる。さあヒートの効果でファイナル革命で墓地からコスト7以下のレインボークリーチャーを出せるので2倍剣おかわり。そしてヒートにレインボークリーチャーが出た時に相手とバトルさせる効果があるので1万3000でチャクラデルフィンを。盤面一掃したこれも非常に偉い。エリリザベスだとしてここだとしてもよ。さあ祈る入っているんですね。エリザベスはあれだ。なんだってなんだこれ。最後のシールドトリガー。チャクラデルフィンがもたらしたシールドから一筋の光。そんなことがあっていいのか。この線しかなかったですよね。さあ一応2倍剣タップされましたのでドロー効果が待機しております。しかし山札が薄いぞ。いやーこれはでもどうなるんだ。ピンキー選手もバルザークあるとはいえ、いろんなことができるマナがある。いやそうですね。しかもこれフリー拡大庫いませんよ。頼むよマジでと。フリーのターンです。何かいや何かあるのかこれ。さっきミリオンベジータとか見えましたけどね。そうでしたね。あれ山下行ったんですけど、ミリオンベジータは、手札以外からまずエレメントが出ません。多分あんま刺さりません。がもう一個効果ありまして、自分のクリーチャーが離れるときにマナを3つ犠牲にすると残るっていうテキストがあるんですよ。ミリオンベジータさっき下行ったあれがもしこのゲームに絡むのなら除去は効かないですよ。そう。この相手のエレメントは、プレイ以外の方法で出ない。この効果って時間効果であっても出ない。だからエレメント出ないからバイケン系は出ないです。出ない。全部出ない。なるほど。そうだ。まずそっちの効果もあった。裏忍者ストライクって実行ですか？忍者ストライクは実行ですね。その先の踏み倒しは実行ではないですもんね。タイラントの T？ 天才ハート聞いてないってこと？まさかのバイケン対策のカードが。バイケンをメタっていた。ミリオンパーツのとディルガベジータのこのタイラントの T ミリオンベジータでこのゲーム決まるかもしれないの。でもだとしたらさっきガチンコジャッジで山下行ったのかなり痛手ですよ。さすがにそんなにがっつり入ってるわけではないと思うんですよね。そうですよね。なんかカード的にもねいぶし銀ですよこれ。そうです。1枚もしくは2枚。一応本来であればマナーゾーンから召喚できる効果があったので結構少なめに採用されているような感じもしますよね。そうですね。なんだこのゲーム。しかしこれ決勝一応残り時間もだいぶ迫ってきてますね。2本目まだピンケー選手はねこれ 1-0 の試合なのでここから2本取らなきゃいけない。はいいやでもお互いプレー遅くじゃないんですけど、なんなら結構早いんですけど秒速でプレーしてます。驚くほどの疾走ゲーム。いやもう勘弁してくれとピンキー選手も勘弁してくれ。いや本当にお互いにその通りですよ。さあこのエリザベスからつないだ最後のターンとなるでしょう。ピンキー選手のターンどうなっちゃうんだこれは。どうなっちゃうんでしょうね。どうなっちゃうんだこれは。一応戻っていったグレングラッサーとかもあるので、その辺も加味して動きたいですが、全てをかいくぐってくるバルザークがここに置いてあるというのが。バルザーク非常に強力でしたね。バイケンが結構見えたことが。確かに今バイケンが3枚見えてガチンコジャッジでも1枚見えて。そうですね。さあここでピリオドチャージ。チャージしまして。ここが昇進止め最後のチャンス。さあ1、2、3、4、5、8と12マナあるんですね今。12マナありますね。多いですね。12マナか。バジラルテラだけでもねいけた。バルザークなければね、テラでも必勝の構えまで行ってたんですが、バジラルテラ。さあこのギャラクシロ、ちょっとしたカードなんですが、あまりにも重たい。あまりにも重たい。さあ今まであれだけ冷静な顔のグリモア選手の表情がだんだんと苦笑い。これにはこのあまりのドラゴンの圧にそれは俺がやる仕事だとエリザベスのカウンター。いやこの行っていってなんだボルドリ。なるほど。再びめくるのか。再びめくっていこうじゃないかと。ここで祈るように出して T ミリオンベジータをめくっていこうという。ベジータが入っているのかどうなのか。
まあ一応マロンとか出せば4枚見れるので、そうですね、マロンも強力に見えます。それでいやしかし最後のいってくれ。8マナ。ここに来てグレングラッサー出てきた。なるほど。いったなるほど。グレングラッサー。なるほど。さあデンジャラダッシュ。プレイヤーに通りますかと。通りますか。さあまずアタックさあですね。深呼吸しさあた。出た時の効果とアタックした時の効果が使えません。なるほど。天才ハートは無効にしている。でバルザークはバイケンしか多分有効じゃない。た出すだけ出し出すだけ出すてバイケンのドローができます。はいそして一応これでもらった。なるほど。離れた。離れた。2 2バイケンがある。る。これは、いやでも待ってでもこれドリームでそうですね。ドリームでドラゴンがめくれれば、はい。タップできる。はい。あ、そうかレインボークリーチャーが出たレインボので、ークリーチャーがその時にヒートの効果でバトルが入ります。なるほど。ヒート、そんな。なるほど、ドリームドラゴンを動かさずに。そしてそんなバカな。そうだ。誰が本人だけが気づいた。レインボークリーチャーに反応しました。あ、ヒそうだ。ートの効果が残っていた。赤木団長がさあ、一応、ペテンシーが発動してるかの確認ですか。はい。発動してますね、このターンは余裕で。そうですね、2体、そうですね、3体で、はい。4体このターンできます。グリマ選手、さあこの5人はねまだ全然油断しておりません。油断してないですねペテンシーを打って何かケアができるかと。さあピンキー選手ももう優出せ勝はるだけ目の前は出したんですが、さあ本日というかこのグランプリ史上最高のペテンシーグリマ選手最後にさあ最後に自己紹見せてくれ介。俺が真のペテンシペー。テンシー。あとはもうアタックするだけなんですがそうですねしっかり考えていきます。まあ自分のデッキですからね。もうそうですね誰よりも知っている。まあ、一応ダイレクトアタックで、まあ、例えばマスター・オブ・レボリューションみたいなのを一応考えてという。ま引いてした捨てる2回っていう。おお、2倍券。また山札が、またギリバ行くのかこの人さあ、は。倍券さっきガチガチでめくれて。ミラダンテ戻してそっか天才ハート下に帰って山札戻してミラダンテをバイケンの効果で戻しもうシールてないよだってピンキー選手。ないです。シーこれルない先ほどの試合も見ましたね。ケアするもんないでしょこれ。山札なくなったんだけどアームルピア入っててそうですね、さっきもガチグタッチで下行ってなくていやあとは忍びは忍びの仕忍びは事をこなすだ忍び出してけ。も徹底的にもはや天才アートを置くという。はいあ、でもあれか、一応アーモルピアのあれか出た時は使えないか。なんですが、 DDD でレッドすべてのカードを使って無効かすべて出し切って。出た時に働く効果はないので、はいアンタップはしないんですが、そうですね。はい。さあバイケンはそうですね、2位になります。ね。そしてそのままプレイヤーにアタックもちろん通って決まりました。さあ決まったー。グランプリ2000年ファーストデイ2優勝はグリモ。やばいおめでとうございおめでとうございまます。素晴らしい。なんだこれすごいものを見てしまった。いやーさあすごいものを見てしまったヘトヘト。ですよこれは。さあピンキー選手もいや本当にナイスファイトでした。素晴らしかった。素晴らしい勝負でした。初めましてのデッキですよこれ。これはやばすぎる。やばすぎましたねさすがに。やばすぎました。やばいしか出ないですよ。やばいしか派遣を取りましたね。いや本当にさあということでまさかの劇的な勝利を果たした優勝を果たしましたグリモア選手に優勝者インタビューお呼びできる予定でございます。いや本当に名勝負でしたね。本当にそうでしたね。歴代屈指の名いや勝負が本当に名勝負でした。生まれてここに立ち会えたことを非常いやに本当にこういうのがはい本当に。はいありがとうございます。素晴らしかったです。素晴らしかったですね。はいああすごかった。いやいやでも結果的にやっぱグリモア選手が誰よりもまあうまくデッキを組み、そうですね誰よりもうまくそのデッキを回すっていう、はいまあ勝つ人間がやっているこそうですねとをしてたっていうことですよね本当に。勝負に最後まで勝ち切って、はいヒートの効果なんか最後我々もすっかり忘れていてバイキンがブロックするのかと思いきや、そうでしたねタップできるのかと思いきや、そんなチャンスすらなく、起こったことは、はいね、トリッキーというか、はい見たことないことかもしれないですけど、はいまあ、ある種王道でしたよねですね。誰よりもやっぱうまくか誰よりも強いデッキプレイしただけなんでなんか勝負編の原点というか、そうですねおもろさの原点に帰ったというか、素晴らしい。いや素晴らしい勝負でございました。だと思います。さあということで勝利しましたグリモア選手にね今お呼びしております、はいいやちょっと待ってちょっと腰が抜けたわ本当に腰が抜けたわいやすごい勝負でしたね。本当にやばい本当にはい。本当にやばいでもでもかなり、はいまず難しいデッキだと思うんですよグリモア選手のデッキ、はい。それをこの精度落ちることなく
ね、マインドゲームまで加味した上で回し切ってましたから、この16回、そうです16回、プラスね日本選手だからもうちょっとか、いややばすぎた。いやさあということで見事 BMGP2020 ファーストデイ2優勝しましたグリモア選手にお越しください。マイク近づけてください。はい、失礼いたします。いやもうね何も言うことはないですよ。あなたが忍びマスターです。ありがとうございます。あなたが忍びマスターです。本当に素晴らしい。率直にまず今の感想を一言お聞きしてもいいですか。もう一度お願いいたします。率直に今の感想を一言お聞きしてもいいですか。なんかもう現実感ないですね。ここまで来ちゃったら。ちなみにみんなそうです。すげえしか。みんなそうでした。いや夢のような時間でした本当に。本当に素晴らしいよりおめでとうございました。松さんいかがですか。いやそうですね、やっぱデッキもさることながら非常にその最後まで安定したというか、やっぱなかなかこのデッキをねかなり少なくなるっていうところがあって、それを2試合ともこう掘り切ってっていうプレーがかなりスッスやっていたというのが、だってあれ非常にちょっとでもなんか振り順間違えたらやられてましたよあの局面で。そうですよね。なんならなんかデッキなくなりかねないぐらいのね、アームルピアあるとはいえども、とはいえだって勝利うっかりちょっとこっち先にドローしちゃったみたいな敗北しかなかったんですけどね。そうですよね。いや素晴らしいプレーでした。本当にありがとうございました。素晴らしい。いやもう本当に僕も喉を枯らしてしまうほどのね素晴らしいプレー見させていただいたんですけど、ちょっとじゃあせっかくなんでこのデッキ一番好きなカードは何ですか。やっぱりバイケンですよ。霧学相当流バイケン。霧学相当流バイケン。昔から好きなんですかね。はい。いやそんな相棒を頂点に導いたのは他でもないグリモア選手あなたですね。はい。素晴らしい。本当に素晴らしい。いやこれ以上の孝行はないですよバイキンに対する。本当に素晴らしい。いや本当に聞きたいこと山ほどあるんですが、ね。でもとりあえず本当に今見てる人たち本当にグリモア選手そしてバイケンのことめちゃくちゃ好きになっていると思います。好きになっております。ちょっとそのバイケン好きに向けてちょっとね前もいただいてますが改めて一言いただいてもよろしいですか。とりあえず決勝戦に関してはちゃんと殴り合うデーマができて嬉しかったと思います。そしてバイケンドロマー型だとか、今やってる赤青型だとか、いろいろあるので本当にみんなで広めていきたいと思います。布教活動もしていただいて、すごい。いや流行りますよこれは。これ流行りますよ。バイケン人口多分3倍ぐらい増えてますよ。2倍じゃないも3倍ぐらい。ありがてえ。いや本当にありがてえ。純粋に好きなんですねバイケンが。ただめっちゃ時間かかるのは本当にそうなんで、あまり CS とかで当たると時間切れが怖いんですよね。攻撃に反応するべきですからね。本当に素晴らしい。ということでちょっと僭越ながらねここにグランプリ UFO のトロフィーありますんで、ちょっと私からねグリモア選手お渡しさせていただきたいと思います。ありがとうございます。大丈夫ですか。俺も緊張しちゃったね。大丈夫です。お渡しします。BMGP2026 ファーストデイ2優勝はグリモア。おめでとう。おめでとうございます。いやなんかねこれをもはや聞くのもなんか野暮な気すらしてきました。野暮な気すらしてきましたけど、恒例のねちょっと質問を野暮と思いつつさせていただければと思います。グリモア選手、この忍びデッキを見事に勝ってグランプリ優勝、これでもう皆さんから追われる立場に、全国の忍びから追われる立場になりました。あなたは忍びたちから追われる立場です。その気持ちを一言カメラに向かっていただいてもよろしいですか。忍び使いみたいに忍び使いってこともあるんで別のデッキ使ったりして一応偽装とかやるんでペテン師忍びらしいです。そうこの人ペテン師でしたね。なるほど。本当に忍びなんですかね。わかんないのもまたいいですね。自分ペテン師なんでそれ含めてお願いいたします。さあということで素晴らしい。グリモア選手の勝ち上がった。おめでとうございます。おめでとうございます。今日はゆっくり忍びですけど今日はゆっくり休んでください。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。